今日はチョコバナナロールクレープを作りました。こんにちは、料理研究家のいかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はチョコバナナロールクレープを作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、真ん中にですね、バナナを丸ごと1本入れて作っていきたいと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめにクレープ生地の材料からご紹介します。材料はこちらです。薄力粉、牛乳、無塩バター、グラニュー糖、卵、ココアパウダー、そして焼く時にサラダ油を使います。今回はこちらの材料でクレープ生地を作っていきます。今回使うバターは無塩バターです。こちら有塩バターを使ってしまうと塩気が出てしまいますので、無塩バターを使うようにしてください。そして使う卵のサイズなんですが、私は L サイズを使ってます。こちらの卵のサイズに関しましては M サイズを使っていただいても OK です。そしてその他の材料をご紹介します。材料はこちらです。チョコレート、生クリーム、バナナ。まずですね、こちらのチョコレートと生クリームでチョコレートクリームを作ります。そしてこちらのバナナは丸ごと使ってこのバナナを芯にしてくるくる巻いていきたいと思います。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それではまずはじめにクレープ生地から作っていきます。こちらのバターを電子レンジで加熱して溶かします。電子レンジ 600W で30秒加熱しましょう。はい、バターが溶けました。で、この時にもし塊ができてしまってまだ溶けない時はプラス10秒ずつ加熱してみてください。バターの準備はこれで OK です。では続いてボウルに卵を割り入れます。そしてここにグラニュー糖を加えます。そしてグラニュー糖を加えたら素早く混ぜましょう。はい、OK です。そしたらここに溶かしバターを加えます。で、この時にバターが熱々の時は少し粗熱を取ってから加えるようにしてください。では加えます。そして混ぜましょう。はい、OK です。では続いてここに牛乳を加えます。一度にね、加えちゃって OK です。そして混ぜます。はい、OK です。そうしましたら続いて薄力粉とあとはココアパウダーを一緒にふるって加えます。必ずね、ふるいにかけて加えるようにしてください。そして混ぜましょう。ダマができないようによく混ぜてください。はい、このようによく混ぜてください。そうしましたらね、こちらの生地を一度こします。そうするととても滑らかな生地に仕上がります。それではこちらを茶こしでこしていきます。はい、OK です。そうするとね、このように薄力粉の塊などを取り除くことができます。そしたらね、ラップをかけて冷蔵庫で1時間休ませます。そうすると生地がもちっとした仕上がりになってかつ破れにくくなります。はい、冷蔵庫で1時間冷やしました。で、冷やしたらね、一度こちらをよく混ぜましょう。クレープ生地はこれで OK です。それではクレープ生地を焼いていきます。今回は 14cm×18cm の卵焼き器を使って焼いていきます。まずここにね、薄くサラダ油を敷きます。そして火にかけます。で、火加減は中火でまず30秒ほどフライパンを温めてください。はい、今ね30秒温めました。そしたらね、火加減弱火にしてください。そしてこの中に生地を流し入れます。だいたいね、お玉1杯半よりもちょっと多いぐらいですね。そのぐらいを流し入れます。そしてフライパン全体に広げましょう。で、表面のね、生地がこうやって動かなくなったらフライパンを置いて火加減を中火に戻します。そして表面が乾いてくるぐらいまでですね、だいたい20秒から30秒ほど焼きましょう。はい、こんな感じです。今ね、プクプクして表面が乾いたの分かりますかね。こんぐらいになったら一度火を止めて、そしてゴムベラでね、まず周りを剥がします。で、この隙間にゴムベラを入れてこうやってずらして裏返します。このように裏返したらもう一度火にかけてだいたいね15秒ほど焼いていきます。はい、15秒焼けました。そしたら火を止めます。クレープ生地はこれで OK です。こちらお皿かバットに移しましょう。はい、 OK です。こんな感じでね、バットに移しておきます。それでは残りも同じように焼いていきます。は
はい、焼き終わりました。全部で今回は6枚焼けました。こちらはね、厚みだったりとか、あとはフライパンの大きさによっても変わってくるので、目安にしていただけたらと思います。そしたらね、上にしっかりラップをして、このまま生地を冷まします。では続いてチョコレートクリームを作っていきます。まずね、チョコレートを細かく刻んでいきます。はい、OK です。このぐらい細かめに刻んでください。そしたらこちらをね、ボウルの中に入れましょう。では別のボウルに60度前後のお湯を張ってください。そしてね、チョコレートのボウルを上に乗せて、チョコレートをね、湯煎で溶かしていきます。チョコレートは電子レンジで溶かすと焦げやすいので、必ず湯煎で溶かしてください。そうするとね、失敗なくできると思います。はい、OK です。このようにね、チョコレートをきれいに溶かしてください。では続いて生クリームを泡立てていきます。まずね、ボウルを氷水に当てて、ここに生クリームを入れます。そして生クリームに角が立つまで泡立てていきます。今ね、6分立てぐらいかな。ちょっと軽くね、柔らかい角が立ったら、こちらね、氷水から外します。あんまり生クリームが冷たすぎるとチョコレートを加えた時に固まってしまいますので、ある程度泡立ったら氷水から外してください。そしてしっかりね、角が立つまで泡立てていきます。はい、OK です。このように結構固めの生クリームに仕上げてください。そうしましたらね、先ほどこちら溶かしておいたチョコレートを入れます。一度にね、加えちゃって OK です。そしたらこちらをハンドミキサーで混ぜます。はい、このぐらいね、ぼってりしたクリームに仕上げてください。それではこちら使うまで冷蔵庫で冷やしておきます。こちらの生地が冷めました。では今からね、巻いていきたいと思います。で、真ん中にね、今回こちらのバナナを入れて、このバナナを軸にして巻いていきます。ではバナナをね、まず皮を剥きましょう。で、このバナナなんですけれども、このね、クレープの生地のこちらの幅に合わせて切りたいと思います。なので1枚ね、こうやって仮に置いて、で、このね、長さに合わせて切ります。で、こちらはね、余ったら召し上がってください。で、このバナナね、少しこうやって曲がってるので、曲がってる時は少しね、切れ込みを入れてまっすぐにしましょう。はい、こんな感じ。このように切れ込みを入れてまっすぐにしてください。では巻いていきます。まずですね、クレープの生地を1枚置いて、この上に生クリームを塗ります。で、生クリームはね、固めじゃないと綺麗に丸く巻けないので、生クリームはね、固めにしてください。はい、OK です。このように塗ってください。厚みはこのぐらいですね。このぐらいのちょっと薄めに塗ってください。ここでね、あんまり分厚く塗りすぎると両端から生クリームが出てきてしまいますので、気持ち薄めにね、生クリームは塗るようにしてください。そして巻き終わりはね、1センチほど隙間を空けてください。そしたらね、バナナを置きます。手前に置いたらバナナを中心にくるくる巻いていきます。くるくるくるーっとね。はい、このようにね、くるくる巻いてください。そしたらもう1枚クレープ生地を置いて、でまた同じように生クリームを塗ります。はい、生クリームを塗りました。そしたらね、この巻き終わりを下にして、そしてまた上からくるくる巻いていきます。ピトッと貼り付けて巻いていきましょう。はい、OK です。今ね、こんな感じです。で、こちらをですね、クレープ生地がなくなるまでくるくる巻いていきます。はい、くるくる巻き終わりました。で、巻き終わったらですね、一度ラップでくるみます。で、このまま冷蔵庫で30分から1時間ほど冷やします。そしてこちらチョコレートクリームなんですが、作りやすい分量で作っていて、だいたいね3分の1ぐらい余りました。こちらね、何かにつけて召し上がっていただいたり、あとはね、このまま凍らしていただくとチョコレートアイスにもなります。なので余ったものはお好みで活用してください。はい、冷やし終わりました。そしたらラップを外します。はい、こんな感じに仕上がってます。あとはお好みの幅で切ってください。この端っこだけ切り落とします。はい、こんな感じで美味しそうに仕上がってます。では残りも切っていきます。はい、中心部はこんな感じになってます。これで完成です。はい、これでチョコバナナロールクレープの完成です。こんな感じに仕上がりました。こんな感じでね、クリームもたっぷりで美味しそうに仕上がってます。チョコレートクリームをね、しっかり固めに仕上げていただくと、このように綺麗に丸く仕上げることができます。これで完成です。
それでは早速いただきたいと思います。クレープ生地がもっちりしてますね。ではいただきます。クレープ生地がもっちもちですごく美味しいです。そしてこのねバナナとクリームのバランスがちょうどいいですね。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のチョコバナナロールクレープのポイントです。まずクレープ生地に関してなんですけれども、こちら生地が出来上がったら一度こしていただいて、その後冷蔵庫で1時間休ませてください。そうすることで粉類と水分がよく馴染んで、焼いても破れにくくなって、かつもちもちっとした生地に仕上がります。そして焼くときはですね、薄くサラダ油を敷いて、少しフライパンを温めてから生地を流し入れて、その後生地の表面が乾いてくるまで加熱してください。で、乾いてきたらやけどしないように裏返して片面は15秒ほど焼いてください。そして焼き終わった生地はですね、乾燥しないようにしっかりラップをして冷ますようにしてください。そしてチョコレートクリームを作る時のポイントです。まずね、このチョコレートクリームのチョコレートは湯煎できれいに溶かしてから生クリームと合わせるようにしてください。で、この生クリームなんですけれども、しっかり固めにしていただくことで出来上がって切った後に形が崩れにくくなります。そして生クリームを塗る時なんですけれども、生クリームはね、気持ち薄めに塗るようにしてください。そうするとね、ちょうどいいバランスになると思います。で、あんまりね、厚く塗りすぎてしまうと、巻いた時にね、クリームが飛び出てしまったり、あとは切った時に形が崩れやすくなってしまいます。そして生クリームを塗る時はですね、巻き終わり1センチは開けとくようにしてください。そしてバナナなんですが、もし曲がってる場合は少し包丁で切れ込みを入れて、ちょっとまっすぐにしてあげると巻きやすくなります。で、あとはお好みの厚さに切って召し上がってください。最後ココアパウダーを振ったんですけれども、こちらはお好みで OK です。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はチョコバナナロールクレープを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。